丸でございます。またね、面白いファズに出会ってしまいました。アースクイッカーデバイセズのゲイリー。前回動画を上げたチェルシーに引き続きアーティストのシグネチャーモデルですね。イギリスのバンドアイドルズのギタリストリー・キアナンのシグネチャーです。過去に EQD のグレイチャンネルというオーバードライブがあったんですけど、それを開発のスタートラインにしていろんな要素をぶっ込みまくって別物に進化したみたいな、そんな感じのペダルです。変わったサウンドとクラシックな手触りが共存している面白いペダルなので、早速ね見ていきましょう。まず細かく触れる前につまみの名前を見てみましょう。左上から Go、Yes、That's it、おし、なるほどと、これは考えるな、感じろというタイプのペダルかもしれないですね。ゲイリー4つのつまみと2つのスイッチがあるわけですが、左半分がオーバードライブ、右半分がファズ。独立した2つのペダルがくっついているようなイメージです。それぞれ単独でも使えるし、もちろん組み合わせてもいいといった感じ。じゃあとっつきやすいオーバードライブの方から見ていきましょう。かなり渋めの雰囲気、古いコンボアンプというか軽いファズというか、ちょいオールドスクールな雰囲気がありますね。かなり素朴なんだけど、意外とレンジとかレスポンス感も良くて、シンプルにこういうのでいいんだよといった感じのオーバードライブです。オーバードライブのコントロールは上がゲイン、下がボリュームに相当します。かなり原始的なクリッピングというか、Go、ゲインをね上げていくとクリッピングの天井が下がっていってだんだん歪んでいく感じ。クラシックな原理なんだけどバランスよくまとまってますね。思いっきり歪ませるとダーティーなファズっぽさがありつつ、意外と演奏のニュアンスなんかもよく出て良さげです。逆に Go、ゲインをねめっちゃ下げるとブースターっぽい使い方もできます。綺麗すぎないファットな感じのブーストができるので、ちょっとローファイというかレトロなサウンドにするのもいいですね。そしていよいよ右側ファズ、割と正統派な感じのオーバードライブ側と比べてこっちはかなりぶっ飛んでます。ギターシンセと言ってもいいぐらいのぶっとい感じ。コントロールはオーバードライブと同じく下はボリューム、上はゲインではなくてゲートというか、エンベロップというかちょっと一風変わったコントロールになってます。
一番左で何にも潰さない最もスムーズな状態。上げていくとブチブチしていって、最終的にはアタック以外潰れて何にも聞こえなくなるような感じ。これちょっとね、変わった演奏ができますね。程よく潰すと面白くて、なんていうかスーファミのドラクエの魔法を使った時みたいな音になりますね。正直この Yes っていうコントロールかなり極物すぎて、最初使い道あんまり思いつかなかったんですけど、自分的にはね、このエクスプレッションペダルをつないだら世界が変わりました。エクスプレッション、この Yes コントロールの役割になるんですけど、これを動かしながら弾くことでめっちゃ活かしたサウンドが出せます。スムーズに鳴らしたいとき、弾き始めとかサスティンとかはイエス下げ目。で踏み込むとブチブチするので、一定のね、潰し具合じゃなくて変化をつけてあげると進化を発揮するような感じがあります。エクスプレッションのつま先を踏み込んだ位置がイエスのつまみが指している場所で、かかと側にすると、そこからねつまみを下げるような動きになります。シンセサイザーの世界にパルスワイズモジュレーションっていうテクニックがあるんですけど、それをねギターに取り入れたような雰囲気で、他のペダルではなかなかね見たことないアプローチだと思います。絶えずゆっくり動かしてあげるとフェーズシフトっぽい感じもありつつ、質感が変化し続けるので、めちゃめちゃインスピレーションあふれるサウンドになります。自分はこのゲイリー使うならエクスプレッションペダル、もしくは CV のコントローラーは必須級と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。最後にここまでオーバードライブとファズ別々に紹介してきたわけですけど、もちろん同時に踏むこともできます。ファズ単体だとちょっと綺麗というと変ですけど、ハイファイというかギターシンセっぽさがあるような感じで、オーバードライブと合わせるとギターらしいミドルによるというか、ぶっといファズだなって感じになります。ちなみにこれゲイリー、両側踏むと音量が爆音というか大きくできるので、普段は左のオーバードライブ使ってて、ソロでファズも踏むとかやるとガツンとブーストできていいかもしれませんね。ということでゲイリーの紹介でした。クラシックな感じもぶっ飛んだ感じもありつつ、どことなくおしゃれというか、アースクエイカーデバイセス節が出まくってるペダルだなと思います。これ本当にエクスプレッションをつないだ瞬間に引き込まれたというか、この独特のモジュレーション感は他のペダルでは本当に聞いたことないサウンド出せるので、もう既存のペダルタイプじゃ刺激が足りませんと言った人にぜひ触ってみてほしいですね。
オーバードライブも全然おまけとかじゃなくてナチュラルで良い音なので、正統派に歪ませつつ隙を見てね、やばい音を打ち込むみたいな遊び心ある使い方もできそうですね。皆さんもぜひこのゲイリーで誰も聞いたことないサウンド出してみてほしいなと思います。という感じで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。